こんにちは、岩原補正です。はい、適当ソイングです。お邪魔してます。今日適当ソイングさん遊びに来てて、でミシンの掃除ぜひ見てみたいということで、ちょっとたまたま中古の日焼けのミシンがあったので、これね、皆さん見えますか？この今足がね、いやすごいね。これはまあだからこれが中古で引き上げて、まあそのままのサビが見えますか？これまあだからまあこれだけその使われたということですすごい。現場で頑張ってくれたっていうことをね、まあ、頭も皆さん見てわかりますか？このハリータの前年季の入り具合が、ここがマグネットの跡ですね。これはですね。綺麗にしてまた再生して、皆さんねどうねされるのかなって多分気になると思うんですよ。でももうこれはもうごめんなさい、もう足変えちゃいます。ちょっとマシな足に変えます。まあそうか。そうですね。でも足もね実は簡単に変えれちゃうんだよっていうのはそうですね。多分皆さん知らない方もねいらっしゃると思うんで。と思います。はい。でまあ僕とか僕の仲良しのミシン屋さんなんかも使って、これちょっと業務用の溶剤なんですね。でこれ強アルカリです。強アルカリ。で一般人の皆さんがすごく簡単に手に入るの。そうだ、社長言われてましたね。カビキラー。はいはいはい。これでいけるんだよという。ただね、僕もねカビキラーを何倍ぐらいに薄めたらだいたい多分ねきつすぎるね、このままじゃ。いや絶対そうですよね。でね、アマゾンでありましたペーハー試験紙。はい。懐かしい。これ業務用のだいたい 5% ぐらいに薄めてます。はい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 。じゃあこれがねペーハーどのくらいになるかなって。すごい理科の実験ですね。ですね。おお。すごい色だ。このペーハーやからちょっと画面では見にくいかもしれないですけど、おそらくこのペーハー11か12ぐらいですね。その辺ですかね。じゃあこれにねカビキラーちょっと合わせてみましょう。もうこれ何%ぐらいかちょっとわからないですけど、今 50cc やれてるんで、これで 50cc のが 60cc になったら約2割ぐらい、その 20% ぐらいですよね。ちょっと 20% ぐらいでどのぐらいのペーハー濃度になるのかやってみましょう。ちょっとお風呂場から取ってきましたカビキラー。まあちょっと本当に混ぜるのは危険なんで、やられる方はね、ちょっといろいろ本当に注意されて。ただまあ水で薄めるだけなんでね。これは水で今薄めてるってことですか？ただの水道水ですね。これでじゃあミシンをリペアしようっていうのに、まあいきなりカビキラーが出てくるというこの。あ、本当だ。でも濃いね。濃いですね。薄めてもカビキラーの方が強いんやね。強いですね。すごい。みんなじゃあやっぱ素手で触るの危険ですね。いや素手は絶対ダメやね。カビキラーは。ちょっとじゃあこれは違う容器に出しておきましょう。またこれはこれで使います。強いと何が良くないというと、これがね、まあ結局は塗装されてるんですよ、ミシンも。で、まあこのデコラ貼られてるんですけど、これがね剥がれてしまうですよね。塗装を強アルカリすぎると落としてしまう。そういうことですよね。ただこういうサビなんかにはやっぱり酸性でこう錆びてるわけですから、アルカリがいいということですよね。基本的には中和されて落とせるっていう。要するにサビが進行が止まるということですよね。シンプルに言えば。皆さん絶対使っちゃこれダメっていうのがサンポール。そうです。あれはね酸性なんです。そうです。結局鉄って酸化してサビって発生しちゃうんで、これね強アルカリ系は必ず匂いとかも残っちゃうんで、少し固く絞った冷蔵機なんかで最後水拭きしてほしいんですが、若干残っててもそんなに害はありません。害はない。ただサンポールはねやっぱり酸性なんで、結局酸性って錆びの原因になっちゃうから、サンポールはもう絶対使わないでください。そうですね。サンポールも進行してしまいます。そうサンポールもねでも確かによく落ちるんです。あ、そうですか。やっぱりね酸性系なんかよく落ちるんですけど、今度はちょっとこれ 5% ぐらいでいってみましょう。5% ぐらいでどうなるか。5% ぐらいでいいんじゃないかな。そうですね。まあその掃除する箇所にもよると思うんですよ。それでもまだまだだいぶ濃いですね。5% で。でもいいぐらい、多分いいぐらいですか。先ほどの 5% でね、5% でこの9ぐらい近いぐらいだから、ちょっと緑っぽくなる。緑っぽく出てるから、おそらく 5% から10% の間ぐらい。すごいですね。そんな薄めてても効きますね。でもだいぶ薄いだいぶ薄い。だいぶこっちに反応出てから7ぐらいになった今。じゃあまずもうちょい。とはやっぱり 10%。そうか。それかまあ混ざってなかった可能性もありますね。つけたところが。やっぱり 10% でいってみましょう。多分ねこれでいい濃度が分かれば、5%
ご家庭でねミシン掃除したいって方が参考になると思うんで、ね、すごいそうですね。でホームセンターに行けば200-300円でねこれ売ってるんですよ。この園芸のですね水巻き用とかのやつにあーはあはあ買って、まあ100均とかにもあると思うんですよ今。うんうんあでもね100均のは勧めない。あやっぱ壊れますか。僕ねケチって100均の使ったら、はいスプリングがねあ1週間後にはねあーもう腐ってスプリング腐ってあれあれですねもうスカ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 でそうスカスカスカこれは300円ほどなんでそうですね絶対ケチらずにホームセンターになるほどサビキラーを使えてどのくらい落ちるか。これね一番本当簡単なのはでねこれちょっとまあ今からこれ振りかけて掃除するんですけど、一つ注意点としてこれ今三菱のなんでいいんですけど、重機さん弱いねの機械に関しては、振りかけない方がいいと思います、なるほど。重機って書いてあるこのロゴマークがただ取れちゃうんですよもう本当にペロッと取れてしまうんです全部。こあ、もう塗装こがも取れます。ここも緩いようなもうペラペラの。もうねこそうですうやってピコっていきますなるほど。そうですそうです。おお、結構取れますよね。ちょっそうですねと上だけ拭いてみましょう。すごいっすね。三菱さんのはね塗装が強いんでこうある程度こう振りかけてもらってももう僕慣れとるからもう手荒れないやでへっちゃらでやっちゃうんですけど普通の人はねいやそうですね手袋をしてされた方ゴムとかがいいです。入れてください。手袋した方が確実に。はい。そうか。そうですそうです。もういつもはねシュッ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 と全部振りかけてね結構乱暴にいっちゃいます。そうもう乱暴に行くんですけど、アバウトにいっちゃいます。で、一応ねちょっと撮影ということである程度ちょっと多分ね、うん遠慮されてるんだと丁思う。寧にちょっと丁寧にやってます。うんこういうとこもね拭いたら綺麗に取れちゃうんあで。そうです。そこのビフォーは欲しかったですね。今だからこういうところがねこうなってるんですよ。これがもう今これだいぶちょっと今拭いたんで綺麗になりましたけど、この要するにサビ跡みたいなものあーこれがもうそうです。これでもう綺麗にそうですね。すごいっすねこれもうちょっとかけてもうちょっとシュッかなシュッシュッと。やっぱプロはその見えないとこも綺麗にするっていうか、もうむしろ愛情ですね。もうラブですよ。すごい。でまあ、特に糸が通るところはやっぱりああ、そうか。しっかりされといたよ方がいいくある本当お掃除系いい YouTuber さんたちがよくやってるね手法です。そうですね。こうつけてこのままちょっとつけ置きですね。もうねこういうハゲはねもう掃除じゃどうにもならないので、なるほど。あれなんですけど。腰の後頭部と一緒でちょっあと寂しいいやこれね見えますか。ここなんかがねこのめちゃくちゃ錆びてると思うんですけあど、ー、そうですね。ポツポツと。そうなんですよ。これなんかが要するにこれをかけて掃除すると結構ねすうんうんっきり綺麗になるほど。なるので、あ取れましたね。まあ、やっぱりミシンって結構そのずっと使うものですから、ある程度まあ見た目じゃないですけど、まあああねやっぱ綺麗なもので縫う方が気持ちはいいと思うので、まあそうですね。最後はもう爪万能ツールですね。ほぼほぼこれで今取れました。こんな感じかですねすかに残ってるけどね。これでもう乗っけちゃえばはい大変綺麗。うんでもそこまであーぶっちゃけ。あとはちょっとね汚れの落ち方ちょっとやってみましょうかね。はいもうすごいですよ。茶色い汁が本当垂れてくるというか。うんはい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 。今ぶっかけ状態ですね。ぶっかけです今はもうマジで本当にね直にもう直接、これはね皆さんね三菱だからこれでいいんですよ。重機とブラザーの機械もうを茶色いあ汁がーすごい。されてる方は、ね、角のとこが気をつけてくださいねこれ。もう多分ちょっとカメラじゃ分かりづらいかもしれないですけど、本当、ここね。うんはいあときなりだから分かりづらいっていうのもあるんですけど、実際見るともう本当泥の水みたいな感じで落ちとりますそうですそうです正面のところが正面のところから分かりやすいね。そうですね。ちょっとねどうしてもねこう光のなんていうんですか加減で。ああ、だい茶色いぶ汁がね。でもまあ時間が経ってほらあのロゴのところはいはいはいあすごいっすねここがだいぶ茶色く。ここもね、この茶色のこのなんていうんですか雫みたいな。ああすごい。オイルパンに落ちるようにだけねちょっとあそうですね土だけをはい拭き取ってあげて。じゃあ今はねそうでもないですけど、昔はね縫製工場さんで紙タバコを吸われてる方がうんあった時はすごかったですよね。あーじゃあねですねタバコの黄色い汁というんですかね。あ、そういうのもつくんですか。つきますつきますつきます。やっぱりヤニですよね本当。ああ、洗車しない車みたいになっちゃう。そうやね。すごいな。これで自分のミシンきれいにしてあげたら。そう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 。そうですよね。カビキラー本当、うん結構こういうところにも使える洗剤なんですね。そうですね。どこにでもだいたい一家に。ちょっとね語弊があったらあれなんですけど、僕らこの仕事長いことやってて思うのがやっぱミシン見たら分かりますね。そこの工場のこの
あるね、まあ、あーまあこれがごめんなさいちょっと正しい表現かどうかなのかわかんないですけど、経験的に経験的にやっぱりミシンをきれいに使われてる縫製工場さんはなんかすごい仕事がなんかこうそうか、うんきっちりしてるイメージです。おーごめんなさいちょっと語弊が。あそうだよね。はいだから飯屋さんで言ったら本当古い店なんだけど本当綺麗にそうですねテーブルとかカウンターきっちり綺麗に掃除されてて、清潔感があるお店ね、はいうん老舗の本当うまい飯屋さんっていうかそうですね、あんな感じあるよね縫製工場でもありますね。ミシンなんか見ると本当綺麗にされてる工場さん多いので、おおでこれね糊が剥がれない時はまあ、これたまたま幸い綺麗に剥がれてくれたんだけど横は薬局で売ってる無水エタノールとかアはいはいはいルコールで拭いてください、剥がした後の糊の。なるほど。で天板はねデコラっていうかメラミンコートっていうやつなんで、これ普通の女性皆さんがお使いになる除光液マニキュアの、はい、アセトンっていう成分が入ってるんですが、アセトンがすごくテーブルの掃除には有効です。いい、すごいですね。意外と身の回りのものでそう意外と掃除できちゃうんですよね。してるみたいなもんですよね、ちょっと行ってみましょう。知らなかった。この辺にこういう角はブラシとかでやったりするんですか？いやもう大体ねこの液剤が中に染み込んでしまうので、あーここがさっきみたいに溶け出してくるはいペーパータオルでもある程度は。へえ。ペーパータオルか本当キッチンペーパーね。おお、なるほどキッ。チンペーパー使いやすいですよね。だいぶ取れました、もうちょっと残ってるね。もうちょっと残ってね、めんどくさいからこれでいっちゃいますなんか秘密兵器みたいなのが。これ本当は汚れ落としのそうですねあーこれブイーってやるやつ。なるほど。シミ抜きとかするときそう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 に使うガンのやつですよね。僕めんどくさいからこれでいっちゃってる。すごいな、ガチですね。はい、綺麗にああ、取れました。すげえ。そうですもう落ちた。これね除光液すごく便利です。すごいね。まあこのガンだったらね工場さんによっては持っとられる方もあると思うんで、確かに掃除のね、ミシンの大掃除とかそうですそうです工場であると思うんで、これ使えば確かにめちゃくちゃ早いですね。早い。本当綺麗になるんでね。確かに裏側に汚れ溜まってますね。もともとのね保護フィルムがそうですそうです残ってるんけどね。まあこれがねもういらない方はまあ取ってもいいですし、まあ特にまあ必要がないので、これがねいや本当綺麗にしたい。なるほど。この間に溜まった汚れもまあ、下糸巻くところですからね、まあまあ、なんかがついてもねあれ入るですしともうこういうところはやっぱミシンラブです。もうすごい。ここまでこだわるんですね。自分のミシンだったら絶対やるねここ。愛情が違いますね。まあだってこの子たちが毎日頑張ってくれて僕ら食わしてもらったんやからやっぱりまあそうですまあそうですね。だからまあそのトラック運転手さんがトラックを毎日掃除するのとああで一緒やね。まあうんそうですねね。まあその商売のすごいね。あ、めちゃくちゃ綺麗に落ちて。うん。ねちょっとしたことで綺麗になりますよね。この汚れがね嫌だよね。ここはちょっとあんまりなんていうんですかアセトン系はあんまりおすすめしない、そうですねおすすめしないあそうなんですね色が変わってしまうというかカビキラーというかねはいこういう洗剤系の方がいいですね。はいいい。プラスチックはまあ全然マニキュア液系のあれはもう溶けちゃうんでね。ダメですね。なるほどシンナーはプラスチックはダメです。シンナーとか要は有機溶剤系ね。ああ、うんそうか。綺麗になりましたねこれ。まあおー今のねここもここまでの茶色い汁が。まだ今ここまでの一行でまだね12、3分しか経ってないですから、確かに。皆さんねそんなにこうまあ難しいうん。ものではないんですよ。でも俺が結局釜のまあメーカーによって何ぼか違うんだけど、はいこれテクトソニーさんここにプラスマイナスって書いてますよね。これをプあーラス方向に回したら釜の方に油が多くきますよ。マイナス方向に回したら釜に来る油が減って、ここから結局ちょっと穴が開いててその穴が大きくなったからこっちにキューッとオイルパンの方に戻るオイルが多いんですよ。ああ、なるほど。そこでオイル量を。そうここにあるやつもあるしメーカーによってはここにあるやつもあるし、あーそうです説明書もしくはインターネットで PDF なるほど。見ていただいたらね出てくるんだけどね。そうか、そこが原因の場合もある。そうとこれまた取らなあかんね。おお、すごい。隙間にゴミがねこの角度だと見えるかもしれない。これがね、油抜いてほこり取って。そうですね綺麗にしてあげないとね、いっぺん。そうか。
まあ、一番いいのは本当エアコンプレッサーかなんかでねダーッと吹いてあげればまあ早いんそうでけどですすね。そうっすね。今日はちょっと誰でもできるやり方でなるべそうですねくやってみようとね、うん思ってこういうなるほど細かいところなんかはね。へえ割り箸でね、指の入らないところはそうそういう自分の指より細いもんで。でまあこの辺なんかも別にその溶剤をかけても特に問題はないので壊れるっていうことは絶対にないので、ああ、なるほど。はい、もう基本的にはこの下の制御基板にさえかからなければ。おお、そうか。だから僕らもモーター自体には軽くシュッシュッとかけて拭きますね。へそうですね、えそうか。話してる間にどんどん綺麗になってる。ここは本当アセトン系の溶剤使ったらやっぱりボディ傷めちゃうんで塗装をもう手で取れるところはなるべく爪って最強のツールだよね。これ外したいけど納豆ないもんね今日。これあれが鳥の巣帽子ついてはい、るね。そうですね、はい、うん糸払い、ねえこれ昔流行ったよね。はい、結局なんか邪魔くさいとかいう理由であんまり売れなかったけど。そうですね、うん。まあ一応スイッチのオンオフがねできるようになってる。そう糸払い。うん。これねあの下側からねどう言ったらいいんだろう。糸切った後に、はい縫い糸を斜め後ろにピョンと引っ張ってそうですこのワイパーが引っ張ってねそうここからねアームがついてねワーパーがまあ今もうないですけど、アームがついてこうもう本当に上にピッと挟んでこれもうぶっ取られて使えはしないけど。そうなるほど。それでまあ次の返し縫いとかがそう綺麗になると。縫い始める時に糸がピッと引っ張られてる分でちょんと始まるからワイトの余りが下糸に入っていかないからなるほど鳥の巣帽子そういうツール自体あることも知らなかっいやたですね。本当一瞬へえこれすぐなくなったと思う。確かに重機も出してたよね。うん、出してました、すごい重機と三菱とシンガーと何社か出してたんだけどまあ多分ブラザーもありましたね。ブラもあったかね、はい、ありましたありました、鳥の巣は。結局地縫いする時にはいいんだけど、うんうん例えば袖とかアームホールなんかの,、パーツが多い場所そしたらここにモコッとするパーツが来たら引っかかっちゃうのね。ああ、そうかかかって。しまって。でも邪魔くさいっていう理由で、うん売れたけど不評も多かった。ああ、うん、そうか。あれ邪魔くさいわとか言ってそうですね。なるほど。まあ特に冬物はねもう中に入っちゃうからわからないけど夏物にはいいねって言って一瞬売れたんだけどああ、そうか。不評の方が多かった。そういうところも。うんん。まあ、結局さんに至ってはだって吸い込みまでついてましたから、ね。ああそうだねプシュってあれシンガーもついてたうちシンガー持ってたかあ、そうそうらシーンがついてましたね。ギリギリで返しに自動入れといたらギリギリプシュッってからすごいっすね。エアと連動してそうそすごいな。そういう機能もあるんだ。うでもすごい邪魔まあないってことはちょっとうんいらないって総合的でもに結局判断される。今それがもうなくなったいうことはやっぱりうん邪魔くさいっていう人のまあそう割合の方が多かったっていうことだよね。そうかですね。うん逆に綺麗に縫うはずが作業効率悪くなってそう元も子もなくなったみたいな。アームホールの本当ミシンのこの懐の一番いるところにこうシールがほらうんうんですよね。そうでもいっぺんねリフレッシュしてあげたら本当この子あそうです。この子もねずっとうんうんまた活躍してくれるっていうかもう30年ぐらいは経ってる機械なので、ああそうねまあ車で言うとちょっとこう考えられない。なるほど。車で言ったらヴィンテージだよねほんま人切り機構はやっぱりわし三菱かトヨタが好きやね。あブラザーちょっと同じ糸切り機構でこの釜に対してこういう動きなんだけど、はいはいはいゴムかなんか固着するからう強制的に動かしたなんとね動かなるもんうね。んそうです。三菱とねトヨタはねはい。適当そうさんそれがない。ああ、糸切り機構ね全然固着しないんですよ。すごいですね。やっぱ車作ってるだけあって。いやでもトヨタも結局ねアパレル儲からんとなったらさっさと撤収したからね。まあそうか。でも車のシートの分野ではいまだにやっぱそのトヨタミシンうんうんアイシンのミシンが入ってますね。やっぱり糸調子がいいとかってからあー三菱よりもいいって言われるそう工場さんあるね。やっぱ壊れないミシンを作る技術は長けているみたいなそうですねことか。
うん、だから壊れないから壊れないミシンを作りすぎたんですよ。ああそうか。そう要するになるほど使おうって言うんだから。ああミシン屋さんとしてはそうか。それは三菱に怒られるよね。買えよお前らとか。壊れないミシンを作っちゃったらそう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 。そうか。中古で車でも30年持つ車作ってしまったら、ああ、うんそう多分もうか。車がもう売れない。そうっすよね。ビジネスってよく考えたら買い手がいないと、そうだから適当にはね消耗償却じゃないけど本当ミシンって7年償却やから7年で壊れたら次のミシン買ってこなきゃいけないよね本当は。 7年なんですね。 7年なんですよ7年機械償却。すごいな。まあいまだに大手さんなんかはきちんと7年ああやってるね。償却されてますね。すごいっすね。やっぱそういうのがちゃんとあるんですね。大きいとこだと。そうトンボさん赤字さん観光さん3社なんかは必ずもうミシンいついつ買ったっていうシールを貼ってて。ああなるほど。あれだと償却年決めて本当償却してるかもしくはすごいねこのミシンは傷んでないからちょっとこの工程に回してこの工程でもう何年か使ったらもう原価償却完了とかいう感じで。すごいですね。車と同じ扱いですね。そうですね。まあその代わり8時間ずっとほぼ動いてるようなもんですよね。もうブンブン動いてるからね。いや僕らも仕事柄出入りさせてもらうんだけどそれはやっぱりああいう大手の本当工場さんってそう標準動作が完成というかね洗練されてる。なるほど。すごい見てたらそうか。うわーいかにこれで 0. 何秒短縮とかね。そうか。もうずっと高速道路走ってるみたいな。そう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 か。それはもう持たないですね。そのと。でその速度で作業を一日中やってるからそれはミシン傷むよね。ああそうか。高速で。うんうんうん。もうすごいです。また僕らの知らない世界あれは。なるほど。うんそうか。だいぶね綺麗になりましたね。す行こうか行こうかこれで。こういう金属のはもう削るんですか。いやブラシとかで。金属はこの錆びてる塗装がついてないシンプルなこういう金属の部分。もうこう外してでそれ何回ももうある方こう拭いちゃう。取れない分はもうそこまでと。ちょっと次はじゃあ足の交換からいく。ちょっと待ってください。